皆さんこんにちは、なみです。今回は梅干し作りに欠かせない赤じそを使った草木染めです。動画の後半ではこの染めたものの1年後の色の変化をご覧いただけます。それでは始めましょう。
はい、そしてこちらが1年後です。なんとブルー、こうやってね見ると、違いが一目瞭然なのですが、この毛糸の方は毛糸の方がずっと色の安定性があるっていうことですね。布はねだいぶ色が変わって、初めピンクで楽しんでその後ブルーになるっていうのもいいですけどね。赤地染めで分かったことは、クエン酸を入れて染めたものを明板で焙煎したら色が落ちる、薄くなる、染まっていたものが流れるっていうことが起きました。赤地染の色素は安定していないんだと思います。特に布だとねこんな風に色も大きく変わってます。これも綺麗な、とっても綺麗な青ですけどね。そしてでも毛糸の方はこんなに色が鮮やかに残ってます。なのでね、赤地染めでやるのはこういった動物性のもの、特に毛糸おすすめです。とっても可愛い。あとね、クエン酸を入れないで染めると緑色に染まるらしいので、それもぜひ今度やってみたいなと思ってます。すごいね。ニンニク？わあ、すごいね。これ全部もう引っこ抜いちゃったの？はい。おお。ね、可愛いやつ見せてあげる。どれ可愛い子？あ、本当だ。ちっちゃい。ちっちゃい。赤ちゃんだね。ベイビー。はい、じゃあ次。おい。でかい。簡単に取れるね。でかいよ。でかいね。熱いよ。熱いね。こちらのチャンネルは私の好きな自然をベースに身の回りのものを再利用して染めたり作ったりするチャンネルです。質問やコメントなどお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。